東京町探検です。今回の探検は北区の石神井川です。かつて激しく蛇行していた川の痕跡を新旧の地形図を見比べながらたどります。蛇行跡から赤レンガ試験場までの地形歴史探検、どうぞご覧ください。ここは北区滝野川3丁目です。石神井川に架かる滝野川橋から歩き始めます。滝野川とはこの辺りを流れる石神井川の別名です。川底が深く流れも急でまるで滝のようだったことから滝野川と呼ばれたという説が有力なようです。また滝野川村、東京市滝野川区などこの辺りの広域地名でもありました。川に沿って歩いていくと右手に広場があります。かなりの広さですが、遊具やスポーツ施設などはなく、やや不自然な感じがします。ここはどういう場所なのか、新旧の地形図を見比べてその謎を解いていきましょう。右は現在の地形図、左は昭和42年ですから60年ほど前の地形図です。左右同時にカーソルが動き、同じ位置を示しますので見比べてください。画面中央の青い線が石神井川です。少し拡大します。この橋がスタート地点の滝野川橋です。ここをスタートして川に沿って歩いて今ここにいます。右の地図をご覧ください。この白いところが先ほどの広場です。そしてこの場所を左の地図で見ると石神井川が流れています。石神井川は南へ流れ、そして東、北へと鍋底のように蛇行していました。右の地図では石神井川はまっすぐ流れ、かつて川だったところは広場になり、黒い実線の細道が通っています。先ほどの広場は石神井川の蛇行の跡だったのです。似たような場所はもう少し先にもあります。左の地図でこの辺り、U 字型の蛇行があります。ですが右を見ると、石神井川はまっすぐ流れ、その代わり、ここ蛇行の後に破線の道があります。後ほどここを歩きます。左の地図を大正6年のものに変えました。さらに激しく蛇行していた様子がわかります。蛇行跡の広場を右に見て、さらに川沿いを進んでいきます。増水注意の掲示板があります。その先には人工的に作られた川の入り江です。川から入ってきた魚が繁殖できるよう作られたそうです。水鳥も集まり、親水公園にもなっています。石神井川の増水時には遊水地の役割も果たすのではないでしょうか。コンクリートで固められ直線的な川は魚が住むには過酷です。よどみがあり、土があり、植物のある環境が魚には必要です。最も奥まったところでは水が湧いていました。反射して分かりにくいのですが、矢印のあたりです。湧いているのはこのあたり。こんな崖下ですから水が湧いて当然です。
水のすぐ近くまで近寄ることができます。この時は野鳥観察らしい方々がいらっしゃってました。そしてヒドリガモのつがい2組でしょうか。ここは崖ではなく斜面になっています。かつてこの辺りには洞窟、岩屋があり、その中に弁財天の像が祀られていたそうです。源頼朝が奉納した太刀も、この弁天様は松橋弁天あるいは岩屋弁天と呼ばれていました。桜ともみじの名所で、すぐ近くには石神井川に落ちる弁天の滝もありました。茶屋なども立ち、ちょっとした行楽地だったようです。弁天像と太刀は早くに失われましたが、岩屋自体は石神井川の改修時まで残っていたそうです。こうしたことを書いた説明版に江戸名所図絵も描かれていました。一旦元に戻り、今度は蛇行の跡を歩いてみましょう。陸上競技場や競馬場のような緩やかな左カーブが川の流れを想像させてくれます。もちろん川は深いところを流れていたわけで、ここは埋められたのでしょう。むしろ左手の人工入り江の方が今の対岸とつながった高台だったわけで、新しい川と一緒に掘り下げられたはずです。道が細くなり、下へ降りる階段もあります。川沿いの道をさらに進むと、欄干にもみじがデザインされた橋に出ます。もみじ橋です。もみじ橋の右手に金剛寺があります。もみじ寺とも呼ばれているそうです。先ほどの岩屋はこのお寺の裏側にありました。こちらにも弁財天がいらっしゃいますが、かつての岩屋弁天とは異なるようです。さらに川沿いを進み、おとなしい桜緑地にやってきました。新旧の地形図を比べたときにお話しした U 字型の蛇行跡です。ここも緩い左カーブが続きます。この先の右側は川の蛇行によって浸食された崖です。地層が土や植物に覆われることなく直接露出しています。こうした場所を露頭と言いますが、都内で露頭を見られる場所はほとんどなく貴重な場所です。この地層には貝殻の化石が入っているそうですが、ここから見る限りでは表面には露出していません。水が染み出しています。石垣の擁壁の隙間からも水が染み出しています。この崖ですから水が出ても不思議はありません。この場所に石神井川が蛇行して流れていた頃、左右の土地は川の対岸同士でした。それらを結ぶ吊り橋がかかっています。この橋は河川改修後に架けられた3代目ですが、初代の吊り橋は昭和29年に完成したそうなので、石神井川はここを流れており、それに架かる橋でした。こんな楽しそうな橋、渡らないわけにはいきません。予想以上に大きく揺れ、遊園地のアトラクションのようです。では戻りましょう。
23区内とは思えない眺めです。左へ向かうと川沿いの遊歩道に出ます。ですが今回は右へ曲がります。住宅街を通り抜け、北区役所滝野川分庁舎の角を曲がります。やがて何やら傾いたものが見えてきます。正面から見ると石碑あるいは石の標柱です。滝不動と彫ってあります。下の方は折れたのかコンクリートで固めてあります。こちらの面に彫ってあるのは左弁天道でしょうか。弁天とは先ほどの岩屋弁天のこと。そこへの道しるべでしょう。おそらく滝不動の入り口にあった標柱で岩屋弁天への道しるべを兼ねているのでしょう。その滝不動はすぐ先の左手にあります。浄土宗正寿院、通称滝不動です。自伝によれば、室町時代末期に大和の国の僧侶がここに草案を結び、不動明王を本尊とする修行を行っていました。ある日、寺の裏にあった滝に行くと、滝壺で不動明王像を見つけ、いおりに安置したということです。このことからこのお寺は滝不動、裏にあった滝は不動滝と呼ばれるようになりました。2階に鐘を吊るした鐘楼門です。中国風の竜宮造りです。初代の鐘は戦争中の金属教室で失われたそうですが、後継の鐘が吊るされています。青瓦も綺麗です。近藤森重の石像です。北海道から千島列島を調査した旗本近藤十三です。正寿院の隣に住んでいたことがあるそうです。鎧兜の石像はあまり見たことがありません。不動堂です。おそらくここに滝不動が安置されています。滝不動は拝めませんでしたが、不動明王の像は何基もあります。江戸時代には本堂の裏手から坂を下ったところに不動の滝があったそうです。おそらくこの辺りの崖の中腹から流れ落ちていたものと思います。この下に行ってみましょう。川沿いの道を通ってお寺の裏側に来ました。不動堂と本堂が見えています。
本堂から坂を下ると滝があったということですので、おそらくこの辺りから流れ出していたと思います。そしてこの下、石神井川に流れ落ちていました。当時の水面の高さは分かりませんが、浮世絵にはかなり落差のある滝が描かれています。王子駅に近づくと川沿いの遊歩道は終わり、ここからは車も通る道です。この角を曲がります。やがて広い公園が現れます。その奥に赤レンガの建物が建っています。重要文化財に指定されている旧醸造試験場第一工場、通称赤レンガ酒造工場です。ここは日本酒の醸造技術向上のために建てられた試験工場です。明治時代の建築です。王子十条付近の赤レンガ建築は旧陸軍関係のものが多いのですが、ここは民生用の施設でした。隣にある広い公園は醸造試験場跡地公園です。左手の住宅地まで試験場の敷地でした。今回の動画は王子駅近くの醸造試験場跡地公園で区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は王子駅前を通り飛鳥山へ向かいます。次の動画もぜひご覧ください。